こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。本日はスパロボ Z 破壊編のシステムの一つでもある15段階改造を使って究極のナイトメアフレームを爆誕させたいと思います。そうだもんなお前。こんなところで脆そうな機体だな。玉木様に任すとけっての。では魔人が生まれた日ということで本作のストーリーと究極のナイトメアフレームの詳細をたどっていきたいと思います。まずコードギアスの主人公であるブルーシュ氏が戦闘に巻き込まれギアスの力を手に入れるところから物語がスタートします。ブリタニア軍の機密事項の毒ガスとして輸送されていた C2 氏と出会いブリタニア騎士に狙われるルルーシュ氏ですね。ここでルルーシュ氏が自らをかばって撃たれた C2 氏と契約を行い絶対遵守の力ギアスを手に入れます。ルルーシビ・ブリタニアが命じる。貴様たちは死ね。さらにルルーシュ氏は手に入れたギアスの力で原作と同じくビレッタ氏からナイトメアフレームを奪い戦闘へ加わります。ビレッタ氏から奪ったナイトメアフレームによって得た敵の情報からレジスタンスに加入している主人公に指示を出しますがここで勝てるという雰囲気になったところでブリタニア軍のハイスペック機ランスロットが登場します。勝利を我らに。さすがに戦い慣れしている。またランスロットと戦う前に量産機に当たるサザーランドやグラスゴーが相手でも我らの忠義を示す時。気持ちが屈してしまったら全てが終わる。まともに戦う選択をすると即撃墜寸前にまで追い込まれてしまいます。邪魔すんなっつってんだろ。覚悟しな。これぞ帝国の騎士というもの。またナイトメアフレームはサイズが S と小型の機体として扱われているため回避力も高くなっています。運動性と回避力だけでなく命中率に関係してくる照準値も163と低くない数字となっているので攻撃を当てられることもあります。王騎士や玉騎士が乗るグラス号と比較した場合回避率に影響する運動性が15照準値も20の差があります。最大攻撃力で比較してもサザーランドの3400に対して700の開きがありますね。
しか方法がないのなら油断ならん相手だ。世の平和を乱すテロリストめ。やるんだ。負け犬根性は捨てたはずだ。負け犬根性を捨てた王騎士やいつも気合は十分な玉騎士で真っ向から挑もうものなら、チキンなブリキ野郎が当たらんな。帝国皇室の御ために。俺だって夢くらい見たんだよ。ものの見事に返り討ちにされてしまい、さらにランスロットにデスサイズで挑んでみると、ほら死神様のお通りだ。傷をつけるわけには。さすがに戦果を拡大させて。これじゃ死神の名が泣くぜ。と運動性が120と高く、また玉騎士と比較した場合、格闘、射撃、回避、命中で約20、技量に関しては約30の能力の差があるスザクシですね。このステージのランスロットは倒すことができなくなっている設定なので、ターンの経過とともに戦闘終了となります。戦闘終了後、自身の母親を殺された真相を突き止めるべく、腹違いの兄であるクロビス殿下にギアスをかけるルルーシュ氏。ルルーシュ氏が実の兄を狙い撃ったところで、俺だって夢くらい見たんだよ。玉騎士にいい夢を見てもらう前に、まずスパロボでおなじみの10段階改造の改造値を見ていきます。運動性が145の照準値が200、走行が1600で最大攻撃力が4800となりました。しかし破壊編ではその10段階改造の上を行く15段階改造があり、いい夢を見てもらうべくフル改造していきたいと思います。フル改造のボーナスは空の敵に対して命中回避率を高めておきたいので、地形適応の空を S にしておきます。武器を15段階改造することで攻撃力が3600上昇し、最大攻撃力が6300まで上がります。無改造のグラス号と比較してみると、運動性が75、照準値が90、走行が900上昇する結果となりました。ではゼロとして戦う覚悟を決めたルルーシュ氏と共に、玉騎士にもいい夢を見てもらいましょう。次なるステージはクロビス殿下の殺害容疑をかけられ法廷へ連行されるスザク氏を奪還すべく出撃となります。ここでコードギアスの物語でインパクトのあるワードの一つであるオレンジのイベントが起きます。
私を全力で見逃せ、そっちの男もだ。命令されると背くことができない絶対遵守のギアスの力でルルーシュ氏とスザク氏を逃がす指示を出すジェレミア卿ですね。今後このオレンジというワードと深く結ばれていくジェレミア卿の協力のおかげでスザク氏の奪還は完了となりました。さてここからは本題の玉騎士にいい夢を見てもらいましょう。テロリストを鎮圧する。頭悪そうだもんなお前。なめんじゃねえぞ。バカな。イタニアの敵はこの手で撃つ。バレバレだっつーの。邪魔すんなよ。暴れプリキュアロー。おのれ。こんなところで。どうして本気出せ本気。なめんじゃねえぞ。限界だ。どんな処刑がお似合いか。こんなんまぐれだって絶対。くたばれプリキュアロー。事故となるまでの苦労に比べれば。この私自らが相手をしてやる。おっとギリだギリ。こいつなら。貴様。ブリタニアの騎士にあたるギレッタ氏やジェレミア卿が2人がかりで玉騎士に挑んでこられますが、さらに破壊編ではルルーシュ氏が戦術式というスキルを持っており、格闘、射撃、命中を高めることができます。くたばれプリキュアロー。しっ、このジェレミア一生の深く。本来であればレジスタンスのエースとして活躍するカレン氏が真っ向勝負を挑んでみると命中させるのも少し厳しくなっています。なので精神コマンドの必中を使ってビレッタ氏を確実に落とします。邪魔はさせない。ただ戦術式でブーストされているといえど、さすが今後黒の騎士団のエースとなるカレン氏の能力値でありますね。脆そうな機体だな。見たか俺様の腕前を。邪魔すんなよ。玉木様に任しとけっての。なんだと。球悪そうだもんなお前。
限界だ。マリーか。行けよブリタニアの豚ども。バカだ。玉騎士と究極のブラス号がブリタニア軍を圧倒したところで、スザク氏の奪還作戦が完了となります。また別次元から破壊活動を行うべく登場する次元獣が相手であろうとも、ユーフェミア公女殿下を守るべく序盤で登場したランスロットでスザク氏も共闘します。これで戦意を喪失してくれればいいが、無駄に被害を増やすな。まだ終わらせるわけにはいかない。次元獣は HP が減少するにつれて命中、回避、クリティカル率、防御力が上昇する底力を持っているため意外と手こずります。しかし防御と回避を犠牲にして格闘と射撃をプラス30上昇させる特攻式をかけた玉騎士であれば、頭悪そうだもんなお前。当然のごとくワンパンで仕留め、少しはいい夢を見ることができたのかなと思う玉騎士でありました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。